鍼灸治療には様々な流派があります。その中でも深張り、中国張りの流派は首でも背中でも骨に到達するまで侵入します。深張りは学校で習うことがほとんどないので、危なくないのと思うかもしれませんね。今回は深張りは危険ではないということを解説します。この動画を最後まで見ると思っているより安全なのが理解できると思います。臓器を傷つけるのでは、深張りすると臓器を傷つけるのではと思うかもしれません。ですが解剖学に沿って行えば臓器を傷つけることはありません。例えば西洋医学には切開手術がありますよね。でもなぜ手術のリスクが最小限に抑えられているのかというと、解剖学に沿って行うからです。どこに、どの深さで、どのように臓器が位置しているか分かっているから事故が起こらないのです。同じように鍼灸も解剖学に沿って行えば安全に指針できるのです。血管を傷つけるのでは、深張りをすると血管を傷つけてしまうのではと思うかもしれませんが、しかし血管は弾力性があり、体内で完全に固定もされていません。なので針ほどの細いものが近づいても刺さらずに避けていくと言われています。たとえ毛細血管を内出血をさせたとしても、針の細さの内出血なら押さえておけばすぐに止まるので問題ありません。神経を傷つけるのでは、針が神経に到達すると頻繁にはないですが、ビリッとした電飾感が起こる場合もあります。ただ電飾感があれば少し戻したり、もしくは指針転向します。それを踏まえて深張りではゆっくりとした刺入を心がけています。また神経のそばを通る筋肉を狙わないと治らない症状が多いのも現状なのです。先ほど手術を例にしましたが、手術はメスを入れるので体の負担は当然大きいです。それでも治るのであれば手術を選択する患者が多いように、たまに起こる電飾感があってもどこに行っても治らなかった肩こり、腰痛などが治ると患者からは喜ばれるのです。ちなみに電飾感と突起とは別物です。痛い針のイメージ。深張り、中国針では一般よりも長くて太い針を使用します。なので痛いイメージがありますが、これについて解説していきます。まず切皮については、深張りの場合切皮を1回で入れます。そうすれば切皮痛がほぼ起きなくなります。これについては以前動画で紹介しました。刺入痛についてもほとんどが突起です。突起がなければ効果が出にくいと古典でも書かれているように悪者ではありません。また人間は深層筋の方が凝りやすいので、深張りは突起が出やすくなるのです。突起についても以前動画で紹介した通り、患者さんにちゃんと説明をすれば理解していただけます。最後に、痛い針はしたくないと思うかもしれませんが、痛くないけど治らない針を続けていても、昨今の患者が鍼灸院を選べる時代ではよそに移ってしまいます。逆に少し痛いけど治る針ならば患者は離れませんし、口コミで別の患者を紹介してもらえる確率が上がると私は思います。当チャンネルでは深張りの方法なども紹介していきます。この動画が参考になったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。